Hi, konnichiwa. This is Iori. I'm gonna be talking in Japanese today, so please put on subtitles from here or here. 今日はアメリカのバレエ団のオーディション事情について話していきたいと思います。2009年からコロナになるつい最近までほぼ毎年のようにオーディションをしてきました。初めてプロになったのは2010年でシンガポールダンシアターというシンガポールにあるバレエ団に入団し、バレエ団在籍中もちょくちょくオーディションしていたのですが、アメリカでバレエを踊りたいという夢を捨てきれず、2013年にオーディションに専念するためにバレエ団を退団することを決意しました。なのでそこから2014年の1月から4月ぐらいまで世界中をオーディションして回りました。そして日本帰国後の5月にニュージャージーバレエというバレエ団から契約をいただいて、アメリカでやっと踊れることになりました。ニュージャージーバレエではすごくディレクターに気に入ってもらえてよくしてもらったのですが、契約されている週がとても少なくて金銭面的に厳しかったので、在籍中も毎年オーディションシーズンになるとオーディション、他のカンパニーをオーディションしていました。そして2017年にやっと私が今いるバレエ団で契約をいただきました。アメリカのオーディションシーズンはだいたい1月から4月で、その期間に CV、レジュメや DVD をバレエ団に送ったり、オープンのオーディションに出向いたりします。ちなみに私たちバレエ団に雇われている側では、毎年バレエ団から1月2月頃くらいに来年の給料と契約が書かれた書類をもらって、私たちがそれに数週間後にサインして返却するので、バレエ団側もダンサーが来シーズン何人必要かは私たちがサインするまで分かりません。これはアメリカだけでなくどこも同じだと思うんですが、オーディションの種類は2つに分けられます。オープンオーディションとプライベートオーディションです。この他にプロになる方法としては、バレエ団専属のバレエ学校に在籍して上のバレエ団から契約をもらう方法です。でもこれは学年で飛び抜けて上手じゃないとなかなかその少ない枠をもらうのも難しくて、そのバレエ団の専属のバレエ学校とかだとやっぱりもうみんな本当に粒揃いの生徒ばかりなので、その中からその契約を勝ち取るのはなかなか難しいので、今日はオープンオーディションとプライベートオーディションの2つに集中して話していきたいと思います。ちなみに私もオーストラリアンバレエスクールというオーストラリアンバレエの下のバレエ学校に4年間通っていたのですが、卒業の時にそこのバレエ団から契約をもらえなくて、それでオーディションしてシンガポールダンシアターに入団することになりました。まずオープンオーディション。オープンオーディションはバレエ団が決めた日時と場所に出向き、ゼッケンをつけて大人数の中でクラスを受けます。事前にメール受付することも多いです。カンパニーによってメール受付の際に送る書類やビデオなども事細かくルールがある場合があるので、それはちゃんとよく読んで提出してください。有名なバレエ団やニューヨークのオーディションなどだと200人300人以上のダンサーが集まることもあるので、バーでどんどん人数を切られていくか、人数を切られないオーディションだともうスタジオぎゅうぎゅうで自分の踊りを見てもらえているのかもよくわからない状態のままオーディションすることになります。でオーディションを受ける際にはだいたいいつも20ドルから40ドルぐらいの参加費みたいなものを払わなくてはいけません。オープンオーディションのみですっていうカンパニー以外では、私的にはオープンオーディションはあまりおすすめしないです。人数が多すぎて実力がもう全然発揮できないからです。たまにオープンでクラスの後に人数をカットされて、そこのバレエ団のレパートリーのパドゥドゥとかコンテンポラリーを踊らせてもらえる場合があるのですが、そういうオーディションだとちょっとだけ楽しいんですが、でもやっぱりオープンで実力を発揮するのは本当に難しいです。オープンではとにかく人数がたくさんいるので、レオタードは自分が一番綺麗に見えて、なおかつ少し派手めな色のレオタードがいいと思います。そして周りはきっと若い学生の子たちばっかりなので、学生っぽいというよりかはプロっぽい格好をするように意識した方がいいと思います。例えばピンクタイツを履くんなら、レオタードの下に普通にピンクタイツを履くんじゃなくて、レオタードの上からピンクタイツを履いたり、なんでかわかんないんですけど、プロになるとレオタードの上からみんなタイツを履くようになるんですね。なんか黒タイツを履く時ってレオタードの上から着るじゃないですか。
かそんな感じでピンクタイツ白タイツもプロになるとみんななんか上から履き始めるんですよ。だからそれピンクタイツ履くなら上から履いたり、素足にショーツとか黒タイツとかでも指定されてない場合は全然大丈夫だと思います。自分用の安全ピンも持っていった方がいいです。ゼッケンをつけるために安全ピンを配ってくれるところもあるんですが、数が切れたりしてしまうとゼッケンがつけられなくなってしまうので、自分用の安全ピンを持っていくと役に立つと思います。プライベートオーディション。プライベートオーディションは私がおすすめするオーディション方法です。バレエ団の毎朝のクラスに混じってオーディションする方法なので、プライベートだとカンパニーのその実際の雰囲気もよく見られるし、オープンと違っていつもの自分の踊りを見せられるのでとても気持ちがいいです。クラスの後にディレクターやバレエマスターと直接お話しできることも多いので、そこもすごくいいポイントだと思います。プライベートでもそのカンパニーに馴染めるように、先ほども言ったようなプロっぽい格好がおすすめです。とにかくバレエ団のオーディションは経験があるっていう風に見られる方が得なので、なるべく大人っぽい格好で行くようにしましょう。そしてプライベートオーディションのことについてもう一つ補足なんですが、バーの立ち位置を気をつけた方がいいです。やっぱりオーディションで行くと他のバレエ団の皆さんより少し早めに着いちゃうこともあると思うんですが、団員の皆さんがバーの位置に着くまでバーに立たないようにするとか、それか誰かにもし聞けるならこのバーのスポット空いてるか知ってるって聞いてみたりとかするととてもいい印象を持たれるので、それは必ずした方がいいと思います。あとセンターでも前の真ん中でグイグイ行くというよりかは、やっぱりそのバレエ団の団員さんたちのためのクラスなので、私たちはオーディションさせてもらってる側なので、そこはやっぱり礼儀正しくというかわきまえてレッスンした方がいいです。オープンでもプライベートでもレジュメ、CV、履歴書は持っていった方がいいです。CV、履歴書の作り方やオーディションのビデオの作り方などもまた違う動画でお話していきたいと思いますのでお待ちください。私はちなみにいつもオーディションに出向く前に必ずインターナショナルのダンサーは雇っているのか、今年は雇うつもりがあるのかっていうことを確認するようにしています。高い飛行機代など払って現地に行って、ホテル代も払ってオーディションして、でとてもいいけど今年は外国人は雇ってないんだよねって言われる時の絶望感はすごいので、いつも事前にチェックして無駄なお金と時間は使わないようにしています。渡航費やホテル代、宿泊費、そしてオープンオーディションだと20ドル、30ドル、40ドル毎回払わないといけないので、毎年1月から4月は貧乏になっていましたオーディションではどんなにバレエが上手でもそのバレエ団の次のシーズンで空きが出ないと契約はもらえないので、ノーと言われ続けて精神的にどん底でもそこから這い上がるポジティブな精神がすごく大切です。これはプロになるためのプロセスなんだと自分を信じて一つ一つのオーディションをこなしていきましょう。数年かかったとしても諦めずにいたら、ポッとそのバレエ団に契約の空きが出て契約がもらえるかもしれません。オーディションは実力よりも being in the right place at the right time、 いるべきところにいるべき時に居合わせる運がとても大事です。だからどんなにノーと言われ続けても、自分下手だからだと思わずに、タイミングが悪かったんだと思って次々という精神で頑張っていきましょう。バレエ団のオーディションのことについて質問などありましたらコメントかインスタグラムの DM で教えてください。私はバレエを大好きな皆さんを応援しています。一緒に頑張りましょう。それでは今日はこれで終わりにします。Thank you so much for watching。 ありがとうございました。バイ。